もうレアリティ10部聞きちゃうのポン。テスアもまだ手に入れてないのにポン。そういえばあの人がこんなこと言ってたポンけど、全然違うのポン。あれこれってもしかして、多分きっとそうなのポン。今回のヘッドラインで大発見しちゃったのポン。これはすんごいのポン。今回はポンがどやーってできるのポン。始まるよ。こんにちは。公認クリエイターのはずきです。ようやくマスターキューブを変えたポンけど、お値段にびっくりしたポンです。さて今回のお話は11月のアップデート内容についてのお話になります。11月は新しい装備構成への準備、そしてその装備自体が追加され、とても忙しくなりそうな月となっています。やっておきたいことがとっても多くて目が回りそうなのポン。ですが毎週のやっておきたいことははっきりと決まっていますので、この動画でぜひ予習をしていただければと思います。またそれぞれのアップデート内容に合わせたこうなるんじゃないかなっていう予想も同時にお話ししていますので、ぜひ最後までお付き合いくださればと思います。ポンの今回のヘッドライン最大の大発見に要注目なのポン。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それでは11月のアップデート内容についてお話ししていきましょう。よろしくお願いしますポン。それでは11月のアップデート内容についてお話ししていきましょう。待ってましたなのポン。11月1日アップデート、2テムの L の座に新ランク5が追加されています。気になるマスターキューブが報酬の称号も追加されています。今回もマクアド仮想と同様に3万体撃破の称号となっています。3万体撃破って意外と大変ポンけど、早くマスターキューブが欲しいポンから頑張って丸ぐるしていますポン。そうだね。アドオンスキルを確実に強化できちゃうから頑張って丸ぐるしていこうね。おそらく多くの方が今回のアップデートでマスターキューブを5個以上手に入れられると思いますので、おすすめのアドオンスキルについてはこの動画の最後の方でお話しできればと思います。 AC スクラッチリミックスラインが配信されています。過去に SG スクラッチで配信されたウェアやキャストパーツなどのアレンジバージョンが配信されています。はずきちゃんのそのコスチューム、今回のリミックスラインで手に入れたんだよね。そうなのポン。とっても可愛いポンから早速着てみたのポン。似合ってるポン。とっても似合ってるよ。クラス育成特別プログラムのキャンペーンが開始されています。今回はブレイバー、バウンサー、メイカー、スレイヤーが対象で、全てのタスクをクリアするとなんとマスターキューブがもらえちゃいます。非常にお手軽に超重要アイテムマスターキューブを手に入れることができますので、できる限りクリアしておきたいですね。ポンもバッチリクリアしましたなのポン。アイテム強化応援キャンペーンと強化素材がドロップするキャンペーンが開始されています。アイテム強化応援キャンペーンは主に強化に必要なメセダがかなり安くなります。強化素材がドロップするキャンペーンでは上に表示していますセクションで強化用のアイテムがドロップします。特に気になるのは多くを貯めておくのに一苦労でマイショップで購入できないアームズリファイナー2です。このキャンペーンで武器防具一式の強化分32個以上は集めておきたいところですね。ポンたちは火力検証もするポンからもっともっと欲しいのポン。100個くらい集めちゃうのポン。100個は無理。はい、以上が11月1日のアップデート内容となります。はずきちゃん、11月1日のアップデートで気になるところはあったかな？ポンはこの週はリファイナーズをたくさん集めることができる絶好の機会だと思うポンからリファイナーズを全力で集めていきたいなって思うのポン。そうだね。集めるのに一苦労するし、この機会に集めてしまいたいね。それじゃあ次のアップデート内容を見ていこうね。11月8日アップデート、リテムリージョンに巨大化変異体が出現します。報酬は以前のスティアリージョンで開催された時と同じ仕様であれば、おそらくドレドキーパ5がドロップするかと思われます。わーい。ドレドキーパ5全然持っていなかったポンからとっても助かるのポン。さらに期間中は巨大化変異体とドレッドエネミーのレベルが上昇し、おそらくレアドロップ率もアップします。さらにこの週のブーストではレアドロッププラス 100% のブーストがかかります。うわー、とってもドレドキーパ5を集めることができそうなのポン。そうだね。
さらにチームマグやリージョンマグ、ライブブーストやレアドロアップのアイテムでブーストをかけたりすると、もう大野すごく集められそうな気がしてきたのポン。だね。レアドロアップの効果をうまく使ってドレドキーパ5をじゃんじゃん集めていきたいね。 AC スクラッチ、エレメンタルディフェンダーが配信されます。精霊をイメージしたウェアやフォーマルなドレスウェアが登場します。はずきちゃんはどんな精霊さんになってみたいかな。ポンはどことなく似ている緑色した棒アニメの転生したらさ。それ以上言ったらダメ。はい、以上が11月8日のアップデート内容となります。はずきちゃん、11月8日アップデートで気になるところはあったかな。そうポンね。この週はドレドキーパ5を全力で集める週になりそうポンね。そうだね。ブーストの期間内だし、可能な限りでアドロップ倍率を上げてから積極的にドレドキーパ5を集めていきたいね。グランドレドキーパと交換が10個ポンから400個いるポンね。それはちょっと無理かな。それじゃあ次のアップデート内容を見ていこうね。11月15日アップデート、新しい緊急クエスト殲滅の予兆が配信されます。8人参加可能な緊急クエストで高難易度の常設クエスト殲滅の表彰が遊びやすくなったクエストとのことです。わーい、ソラスおじそうさんはラスね、そうラス。そうラスおじさんはまだまだ現役なのポン。ストーリー上で必要なのか、もしくは何かにつなげるための布石なのかは分かりませんが、まだまだそうラスおじさんと戦っていく必要があるみたいですね。戦い方がわからない方や最近復帰されて予習をしておきたいという方は私の以前の動画にありますダークファルスソーラス完全攻略の動画をぜひ見ていただければと思います。報酬は新しく追加されますでありて10武器フリューガルドシリーズが入手できます。またリテムの防衛戦ランク3でもこのフリューガルドシリーズがドロップするようです。そして今回公式さんから発表された不具合らしいのですが、11月1日以降のトリガークエストリテムの防衛戦ランク3でも先行で手に入れることが可能となっています。念のため概要欄にリンクを貼っておきますので、不安な方は概要欄から今回の不具合の状況を確認してみてください。新しいレアリティ10武器フリューガルドシリーズの性能は運よくマイショップに出品されているのを発見しましたので、ドドーンと公開していきます。本当にあったのポン。ポンが見つけたのポン。気になる性能はこちらです。じゃん。攻撃力はプラス70で1031、ダメージ補正の最小は 50%、 潜在能力はあれこれってなんて読むの？両方両方。ポンは両友の気がする。それだけは違う気がするね。この潜在能力はレベル6で威力プラス 37%、 フォトンブラスト発動後120秒間味方全員に支援効果が発生。効果が重複した場合支援効果が強化されるという潜在能力になっています。非常に強力な潜在能力ではありますが効果量の記載がありませんので、細かい数値に関しては実際に使用してみないとわからないですね。おそらく攻撃力アップやクリティカル発生率アップ、クリティカルダメージアップの類かと思われます。これってダウン中にみんなフォトンブラストを打つポンからそのまま強化された状態で一気に倒しちゃう大作戦ができちゃうのポン。それもそうなんだけど、私の個人的な意見としては強化された状態をできる限り維持したいからフォトンブラストをたくさん打つ構成が流行るんじゃないかなって思ってるよ。どういうことなのポン？サブクラスやアドオンスキルでフォトンブラストゲージをたくさん貯めるっていう方法かな。サブクラスはテクターでエネミーの弱点属性で攻撃した時にフォトンブラストゲージが増加するウィークエレメントアンプリファイ。ボスエネミーが近くにいる時にフォトンブラストゲージが溜まりやすくなるアウェイクエール。この2つのスキルがとっても相性がいいし、ガンナーのアドオンスキルのメイン効果攻撃時フォトンブラストゲージ蓄積量アップ、テクターのアドオンスキルのメイン効果フォトンブラストゲージ自動蓄積量アップでフォトンブラストをとにかく打つっていう構成でいつもよりたくさんフォトンブラストを打てるのね。そんな構成が流行りそうってことなのポンね。だね。実際に強いのかは使ってみないとわからないけど覚えてて損はないかなって思うよ。念のためメモしておくのポン。ところでダメージ補正が最小で 50% ってことはやっぱりそれ以上はダメ。そのお話はこの動画の最後の方でまとめてするから後でお話ししようね。今回はすっごい貯めるのポンね。フォトンブラストゲージをたくさん貯めるだけに期間
間限定クエストグリひどいーンヒルスプリント2が配信されます。6月に配信されたものの復刻版となっていて、あの爽快感マックスなクエストが帰ってきます。ポンはこの期間限定クエストとっても好きだったのポン。ビュンビュン走っていく感じが楽しいのポン。そうだね、他のクエストにはないこのクエストだけの楽しさがあるよね。報酬に関してはものすごく重要なことをお話しされていました。11月15日アップデート以降、この期間限定クエストグリーンヒルスプリント2での報酬、先ほどお話ししました緊急クエスト殲滅の予兆での報酬、高難易度クエスト殲滅の表彰での報酬で新しい種類のプリセット能力が付与された武器がドロップするようになるとのことです。新しいプリセット能力は弱点部位への威力上昇やフォトンブラストの威力上昇、フォトンブラストゲージが溜まりやすくなるものなどが追加されるとのことです。今なんかすっごい大きく聞こえたポンけど、などってことはまだあるってことポンね。おそらくはね。詳しくはヘッドラインの16分16秒あたりで確かになどって言われているので、ぜひ聞いてみてください。ヘッドラインのムービー内で確認できたのは以上の2つです。フィクサウィックスレベル1、威力プラス 2.0%、弱点部位への威力プラス 2.0%、フィクサオーグシスレベル1、攻撃時にフォトンブラストゲージ増加プラス 4.0% です。今までと違った効果を持つプリセット能力が多数追加されます。先ほどお話ししましたフォトンブラストを多く打つ構成にも入ってきそうなプリセット能力も追加されますね。新レアリティ10武器といい、この新しいプリセット能力といい、ちゃんと把握しておかないと置いていかれそうで怖いのポン。そうだね、従来の火力検証の方法が新しい火力の測定方法で、どのプリセット能力が強いのか、どういった時に本領を発揮するのか、しっかりと判断していく必要がありそうだね。 SG スクラッチリファインドフォームが配信されます。 PSO2 で人気の高かったコスチュームが NGS 仕様にアレンジされて配信されます。小悪魔ちゃんなのポン。ちょっと着てみたいのポン。あの大胆なコスチューム着てみたいの？悪魔打ちしてみたいお年頃なのポン。第3の目とかつけてみたいのポン。目からビーム出ないけどね。はい、以上が11月15日のアップデート内容になります。はずきちゃん、11月15日アップデートで気になるところはあったかな？やっぱり新武器のレアリティ10武器が追加されることっぽいよね。レアリティ10武器がどれくらい入手しやすいのかも気になるポン。だね、そこそこ入手しやすいと嬉しいけど、もちろん落ちてくれないよね。あと新しいプリセット能力も気になるのポン。どれくらい強くなれるのかとっても気になるのポン。そうだね、私の個人的な意見としては、武器と防具両方に新しいプリセット能力が追加されるみたいだから、思っていた以上に新しいプリセット能力は少ないのかもしれないから、そこまで身構えておく必要はないのかなって思うよ。だからフィクサウィックスがどれくらい強いのか、しっかりと判断していこうね。わかりましたナノポン。それじゃあ次のアップデート内容を見ていこうね。11月22日アップデート、スターレスエネミーハルバルディベラが出現します。こちらは常設のクエストでも期間限定のクエストでも緊急クエストでもなく、老齢エネミーの上位版、新しい絶望エネミーといった立ち位置での新エネミーとなります。このハルバルディベラやレベル80以上のドレッドエネミーからは新アイテムドレドスケールが入手できます。新アイテムのドレドスケールは新レアリティ9武器メレクシリーズと交換することが可能です。メレクシリーズについてのパラメータや潜在能力については、潜在能力についてのみうっすらと放送されました。何でも異なる4つの潜在能力があるということなので、武器種によって向いている潜在能力、向いていない潜在能力がありそうですね。ちょーっとまずのポン。あらはずきちゃん、どうしたの？とっても大事なことを話し忘れていないのポン。ハルバルディベラについてはこれくらいかなって思ってるけど、何かあるの？そう、何かあるのポン。多分きっとこれが今回のヘッドライン最大の発見なのポン。何教えて教えて。どうしよっかな。なのポン。そんな意地悪しないで教えて。絶対誰にも言わないからこそっと教えて。それ絶対言いふらすやつなのポン。でも特別に教えてあげるのポン。ありがとう。それで何に気がついたの？じゃあお話しするのポン。ヘッドラインで放送されたこの画像なのポン。ドドーンと
なのぽん。この画像の何に気がついたの？ほらほらよく見るのぽん。はるばるリベラって紫色になるのぽん。それでそれでじゃないのぽん。それだけなのぽんけど、それだけなのね。そこがとっても重要なのぽん。どう重要なのか一応聞いてあげるね。だって紫色のボスエネミーだから、紫防具レクレ色アーマの上位版が落ちるかもしれないぽんよ。一応期間限定のエネミーなんだけど、どうかな？予想が当たってるといいねって言っておくね。もしポンの予想が当たってたら赤色のスパ。チャンネル登録と高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。好評展開中のオリジナルプラモデルコンテンツ、フレームアームズとフレームアームズガールとのコラボが開催されます。このコラボに合わせて AC スクラッチ、フレームアームズスタイルが配信されます。はずきちゃん、かわいい衣装がいっぱいあるよ。衣装よりも髪型がとっても気になるのぽん。ポンも綺麗な金髪にしてみようかなぽん。多分きっとやめといた方が良さそうね。はい、以上が11月22日のアップデート内容になります。はずきちゃん、11月22日のアップデートで気になったことはあるかな？紫防具のドロップするのか。以上なのぽん。もうはずきちゃん、言っちゃったから引くに引けなくなっちゃってるね。私個人の意見としては、メレクシリーズの潜在能力が気になるところで、おそらくテスラシリーズのように潜在能力が複数あって、その中から選べるのかなって思っていたりします。また、ルシエル探索内にのみある、こういった能力が潜在能力であったりすると、新しい武器の使い方ができて、面白いのかなって思っていたりします。遠距離刀が爆弾なのぽん。でもそれはさすがに強すぎな気がするのぽん。さすがにこれはないよね。それじゃあ最後のアップデート内容を見ていこうね。11月29日アップデート。期間限定クエスト、想定演習、3靴の総統戦が配信されます。12人参加可能な輸送トラック防衛型のクエストとのことです。気になる報酬については一切情報がありませんでした。おそらく15日の期間限定クエスト、グリーンヒルスプリントでの報酬と似たような感じになるのかなって思います。おお、定期的にこのクエスト来るのぽんね。あのボスエネミーとエネミーがわちゃわちゃとたくさん来るクエストぽんね。だね、エネミーがいっぱい来るあのクエストだね。今の話聞いて思ったんだけど、どうしたのぽん？このクエストってマクアド仮想の称号に反映されるのかなって。確かに反映されるなら、まだ終わっていない人はとっても助かるのぽんね。とっても気になるところだね。2種類の特別なスクラッチが配信されます。アクセサリーコレクションでは TSO2 仕様の人気が高かったものを中心に再配信されます。SG 支援アイテムセレクトでは回数ボーナスで新アイテムプリセット能力強化台溶剤が配信されます。このアイテムはプリセット能力強化の際に素材アイテムが不要になるとのことです。これってどんな仕様なのかとっても気になるのぽん。おそらくこちらもプリセット能力強化保護のアイテムと同様にレベルで管理されていて、同じレベルのものがそのまま同じレベルのプリセット能力になるのかなって思っていたりします。つまり回数ボーナスはプリセット能力をレベル4から5にできるものってことぽんね。おそらくだね。だからとっても貴重なアイテムだと思うから、すぐに使わないで大事に取っておくといいかなって思っています。ポンはいつか手に入れるフリューガルドシリーズのために取っておくのぽん。出てくれたら嬉しいけど、どうかな。はい、以上が11月29日のアップデート内容になります。はずきちゃん、11月29日のアップデートで何か気になったことはあるかな？そうぽんね。さっきのプリセット能力強化台溶剤がとっても気になるのぽん。もし前のプリセット能力強化保護剤みたいに回数ボーナス以外の他のアイテムでレベル1からトントンとってレベル5まで強化できるとしたら、とってもお手軽に強化できちゃうのぽん。そうだね。フリューガルドシリーズのプリセット能力レベル5なんてものが作れちゃうかもしれないね。とっても期待しちゃうのぽん。ワクワクなのぽん。プリセット能力強化台溶剤の配信を楽しみに待っていようね。はい、以上が11月のアップデート内容になります。疲れたのぽん。大ボリュームでお届けしましたのぽん。あら、はずきちゃん、終わるような感じに見えるけど、まだ終わらないわよ。だって今からまとめのお話をしていくんだから。
美味しく飲むカフェインのコーヒーで元気づけるのポン。それでは今回の11月のアップデート内容についての動画をまとめます。まず以前に私がこんなことを言っていましたが、そんなことはなく、11月のアップデートは一言で言うと、メーチャークーチャー火力の環境が変わりますし、何を優先して行動したらいいのかわからないという方もいらっしゃると思いますので、おすすめの行動として毎週を順に確認していければと思います。迷ったらとりあえずこれをしておくと後々有利になるかもしれないのポン。11月1日からはアイテム強化応援キャンペーンが開催されていますので、対象の戦闘セクションで丸グルを行って意外と集めるのに一苦労なアームズリファイナー2をできる限り集めてしまいたいです。これくらいあったら大丈夫かなって思う目安は32個です。これはレアリティ9の武器1つをプラス70まで限界突破するのに必要な個数が8個、レアリティ8の防具1つをプラス70まで限界突破するのに必要な個数が8個で 3V 分なので24個、合計32個が武器防具一式をとりあえずプラス70まで限界突破可能な個数だからです。もちろんそれ以上を集めておくことに越したことはないので、積極的に集めておいた方がいいですね。ポンは目指せ100個なのポン。意外とノイゼンプラントがエネミーがやばいですし戦いやすいので穴場かなって思っていたりもします。またマスターキューブが5個揃ったよっていう方が多くいらっしゃる頃かなって思いますので、本当はこのタイミングで詳しい解説をしようと思いましたが、あまりにも動画が長くなってしまいましたので、今回は詳しい説明は省きます。私の以前の動画、アドオンスキルでさらに強くなる方法についての動画を見ていただければと思います。この場で簡単にアドバイスをするのであれば、最優先はブレイバーのメイン効果、クリティカル率アップです。なぜなら、クリティカル率アップは通常攻撃にも PA にもフォトンブラストやコンバットなどの固有スキルにも影響がありますし、何より NGS においてのクリティカルは非常に強力なので、私がおすすめする最優先のアドオンスキルのメイン効果になります。余裕がある方は、そのままファイターのメイン効果、クリティカルダメージアップも上げてしまいたいですね。ポンもクリティカル率アップレベル20と決着をつけようかなって思っているのポン。じゃあ11月1日の週はリファイナーズを集めとマスターキューブでアドオンスキルを強化するっていうことポンね。そうだね。今後に備えてしっかりと準備を進めていこうね。11月8日からは巨大化変異体が出現しますので、リテムでドレッドエネミー狩りを行いつつ、巨大化変異体はウロンジオヤがロンゴジオと戦っていき、グランドレドキーパの交換素材ドレドキーパ5を集めていきましょう。キャンペーンブーストでレアドロップ倍率プラス 100% の効果がかかっていて、非常に集めやすい環境なので積極的に集めていきたいですね。確か私の記憶だとガロンゴジオの方が戦いやすかったと思いますので、ガロンゴジオでの周回をおすすめします。グランドレドキーパ1個と交換で10個必要ポンから400個必要になるのポンね。無理。じゃあ11月8日の週はドレッドエネミーを倒して回るガロンゴジオを倒して回るってことなのポンね。そうだね。ガロンゴジオヤはウロンジオドレッドエネミーとしっかり戦って、おそらく今後必要になるグランドレドキーパの素材を集めておきたいね。11月15日の週は期間限定クエストやソーラスおじさんの緊急クエスト、ソーラスおじさんの高難易度クエストに新レアリティ10武器のフリューガルドシリーズや新しいプリセット能力がドロップするようになるので、これらのドロップを狙って各クエストに挑戦していきましょう。ポンは高難易度のソーラスおじさんに張り付いちゃおうかなって思っていますポン。じゃあ11月15日の週は新武器や新しいプリセット能力を狙って期間限定クエストや緊急クエストのソーラスおじさん、高難易度のソーラスおじさんを周回していくってことポンね。そうだね。たくさんの人が欲しいって思ってる最新の武器だから、きっとものすごく盛り上がると思うよ。できればここに紫防具があったらいいなって思っていたりもします。11月22日の週は新しいスターレスエネミーハルバルディベラが出現しますので、ルーフマクアド内のドレッドエネミーを倒しつつ、ハルバルディベラが現れたら倒していき、新鉱石ドレドスケールを集めて新レアリティ9武器のメレクシリーズを頑張って交換していきましょう。
巨大化兵2体みたいな流れでドレドスケールを集めていくってことでいいのポン。多分そうなるんじゃないかな。場所がルーフマクアドってことに注意していきたいポンね。じゃあ11月22日の週はルーフマクアド内のドレッドエネミーと戦いつつ、出現したらハルバルディベラを頑張って倒していって新鉱石のドレドスケールを集めてメレクシリーズと交換を目指そうねってことなのポンね。そうだね。ただメレクシリーズは4つの潜在能力があるから、どの潜在能力が強いのかしっかりと確認してからの方が後悔が少ないのかなって思うよ。そこはポンたちの出番ポンね。火力検証も頑張ってやっていくのポン。そうだね。そのためにもドレドスケールを頑張って集めていこうね。あとポンはここに紫防具があるって思っていますポン。だってハルバルディベラって紫それは色になるのもういいの。11月29日には新しいレアリティ10武器フリューガルドシリーズや新しいプリセット能力が追加された状態での期間限定クエストが開催されますので、欲しいプリセット能力がある際にはこちらの周回をしてみると良さそうです。ですが高難易度のソーラスおじさんが常設で鎮座していますので、私の個人的な意見としては報酬やクエストを周回できる時間で優先順位が入れ替わるのかなって思います。ずっと忙しだったポンからここら辺で少し休憩しても良さそうポンね。そうだね。ご自分がやり残したことがないかのんびりと遊んでみるのも良さそうだね。じゃあ11月29日の週は特に最優先はこれっていうものがないのかもしれないっていうことポンね。だね。ご自分が欲しい特殊能力や武器に合わせてのんびりと遊んでみるといいのかもしれないね。はい、ということで11月のアップデート内容並びに11月のおすすめの行動については以上になります。おお、やっと終わったのポン。最後に一つだけ、まだ終わってなかったのポン。新レアリティ10武器のフリューガルドシリーズ、そして新レアリティ9武器のメレクシリーズについてですが、フリューガルドシリーズは実装後のものをもう見たので、確定でダメージ補正の最小値が 50% ということが分かりましたので、おそらく今後の装備構成の主流はグランドレドキーパの効果が最大限活かされるような威力加減盛り、威力加減 100% の装備構成が流行ってくると思われますので、しっかりとグランドレドキーパを集めておきましょう。ですが時期も時期なので、既存のオクトスアーマーを威力加減 100% の装備構成にするには少しもったいないと思っていますので、次のつよつよ防具が来るのを待ってから強化していくといいのかなって思います。ぜひご自分でいつ新しい装備を作成するのか考えてみてくださいね。やーっとまたポン。これで超長編の11月のアップデート内容についての動画は終わりだね。ここまで見てくださった方もお疲れ様でした。はい、ということで今回の11月のアップデート内容についての動画はいかがだったでしょうか。11月は今後に備えてしっかりと準備をしていく月と同時に火力の環境が大きく変わる月なので、非常に忙しくはなりますが、ご自分のペースで必要な特殊能力や素材、武器や防具を集めていただければと思います。今後はグランドレドキーパーを使用した装備構成が流行ってくると考えられますので、私たちの方でも作成してみようと思います。今の理論値構成とどれくらい差があるのか比較してみたら面白そうなのポン。だね。しっかりとどれくらい強くなれるのか確認していこうね。ということで次回のお話は新しい威力加減 100% の装備作成はまだ先のお話となりそうなので、メレクシリーズの潜在能力について火力検証を行っていきたいと思います。おー、とっても気になるのポン。このメレクシリーズの潜在能力についての火力検証が気になる、やる気、元気、葉月な方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでとなります。本当に長い動画となりましたが、ここまでのご視聴ありがとうございました。1回の視聴でここまで見てくれたそこのあなたはみんなに誇れるハスクストなのポン。何それ。それではまた次の動画で会える時を楽しみにしています。バイバイ。ポン。